じゃあちょっとインタビューさせてもらっていいですか？すいません。はい。じゃあとりあえずお隣さんとはどうな仲良かったですか？もともとは。いいえ、私は全然うん。話はしない。うちの母親が挨拶をする程度です。ああ、もう、はい。本当に、はい。すごく隣だけど、そんな感じで。そうです。もう何年も前っていうか、どっちが先に住んでたぐらい私たなんでしょう。ちの方が先に住んでます。はいはいはい。どれうん。ぐらいかな？ うん。40 年住んでます。40年。40年。はい。私たちは向こう側にね。こちらがはい。引っ越してきた当時っていうのは、家族で来たのかしら。お隣さんは、その当そうで時は。すね。はい。ちょっこと複雑な家族だったみたいで複雑、すけど、もともと。ここに、そうです。ここうん。に3人住んでらっしゃいましたよ。大人が、お父さん、おそう。母さん、はい。娘とか子供。いえ、うん。亡くなった女性と、はい。それの彼氏という人と、彼氏。それからはい。離婚した元の旦那さんと、はあ。ちょっとだから複雑なんです。なるほど。そこにはい。女の子が、写真にも載ってるかもしれあ、ませんけど、見ました。そうそう、なんか女の子が、うん。他人の子が、何ヶ月かわかんないけど、住み着いたりすることもあったみたいです。そんなちょっとじゃあ、最初から異質というか、ちょっと変わってる変わってなーっます。ていうのがあったんだ。はい。じゃあ、ごめん、お隣さんからしてさ、じゃあもうちょっと変わってるから、挨拶程度でいたと思うけど、うん。猫が言い始めたのっていつぐらいと思う？記憶たどってもらいたいんいや、だけど。もう最初からだと思いますね。最初から最初から、猫いたの？ね、いたのかうん。飼ってたかわからないんですけど、とにかくうん。私が揉め始めたのは、越してきてすぐに、うん。猫は何匹かいたと思うんですよ、その時。はい。でも知らない、うちの母親も知らない。で、ここに、はい。とにかく餌をね、猫の餌を並べるわけですよ。そう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 。縁側のはい。方に。はいで、はい。憤慨もすごいし、うんうちの方にもそのノラちゃんが来るから、そうだね。だから、うん。餌をあげるのはやめてくださいってはい。外側に。あげてもいいけど、あげたらすぐにね、片こう付けてほしい。片付けカラスられるよ。来るしね。カラそうです。そう。スも来るし。カラスももちろん来る。いろんなもの来る。アライグマだって来ますよ。そうですね。そう。はい。それで、はい。やってくださいっていうふうに言って、うん。それを全然聞かない。うん。聞かないか、そんな感じで。そしたら旦那が、それは奥さんに言ったんですね。亡くなった人に言ったんですけど、そしたらその彼氏になる男がですね、ここに住み着いてた人が、あんたね、そんなこと言ってね、猫がかわいそうだと思わないのかって。かわいそうってそこで喧嘩になっちゃった。ああ、そういうことか。どっちがかわいそうなことしてるんですかって。なるほどね。じゃあ、それがもう、住んですぐってことは、お宅様は40年で、こちら30年ぐらいですか？いや、わからない。10年以上はいたはず。うちの母親の方が詳しいから。なるほどね。そうすると20年前から20年ぐらいいるとして、ずっとその感じで、猫はどんどん増えてった様子はあったんですか？私は知らない。もう、私はもう、最近、それを聞いて、猫がいる。そう。9匹もいるらしいっていうふうに母から聞いて。その9匹いるらしいっていうのは、どの情報で亡くなった後ですか？亡くなった後じゃなくて挨拶をした時に、はい。うちの、可愛いわね、お宅の猫っていうふうに話しかけてくるわけですよ。そっか。お隣さんも猫がいるから、可愛いわねって話しかけてくるけど、ここの家の方が、女性が。はい。もう彼女は一人になってたんですか？もう。その時は一人ではないですね。一人じゃない時もそんな感じで言っていて。で、それで、そんな話をしてる時に、何匹だって言って、それで、最近ですよね。そう。9匹。そう。じゃあ、言葉でお話しさせてもらった時に9匹が分かった。で、ごめんなさい。3人で暮らしていたじゃないですか。一時期女性もいた。それは消えた。で、彼氏たるのも消えた。亡くなったから。2人ともここで亡くなったんですか？そうなんです。ごめんなさい。旦那さん、彼氏もここまでいた。元旦那。離婚して。ずっといたの？じゃあここにずっといましたし、亡くなるまで。じゃあもう本当に次々亡くなってってたった一人になったのが、この間亡くなった女性、飼い主。なるほどね。そうするとそっか。じゃあもうなんかこう、複雑だったんですね、ずっとね。で、会話の中で9匹いることは聞いていた。なるほど。わかりました。そしたら、そのお母さんが、病気で亡くなったっていうことなんですけど、その隣さんが病気してるっていう話もちょこっと聞いていた。それお母さんが聞いていた。聞いてました。なるほど。そして、その時だからもう、がんだってことを伝えてたんですね。で、それですね、入院をしょっちゅうしたりしてて、その時に、この方宗教されてるでしょ？何教かわかりませんけども、宗教柄かわからないけども、一人女性が、おばさんですよ。おばさんが、やっぱ年配ですよ。60を過ぎてると思います。私、あんまりよく見ない。その人が、面倒を見てあげてたみたいです。ここの亡くなった女性に頼まれて、私が病院行ってたりなんかしてる時は、面倒を見てあげてね、餌やってあげてねとか、そういうこと頼まれてるみたいで、でもその方全然来ないですよ。亡くなってから。亡くなってから全然来ない。
だか。じゃあ宗教絡みの方もいらっしゃらないですか？宗教絡みの方もいらっしゃらないです。なんでだろう、不思議で、普通でも来ますけどね。全員ね、普通は来ますよ。普通来ますよ、宗教絡みは。それもおかしい話ですね。おかしい話でしょ。それでね、その弟の方はね、ご本尊っていうのはそのご本尊だけ持って帰るからみたいなことを言ったらしいんですね。ああ、なるほど、分かった。猫のことなんかどうでもいい。なるほどね。じゃあ後で確認してみます。はい、そっか。そうすると、じゃあとりあえず亡くなったじゃないですか。亡くなったら誰が発見したんですか？ヘルパー、介護。はいはい、デイケアとか介護の人、ヘルパー。その方が電話も出ないし、おかしいからって言ってきたみたいで、それはそう。あれいつだったの？そう、19日で、私がなんか隣様子おかしいよ。そうなんかいっぱい来て、車とか来てるからって、それまでだから全然分からなかった。なるほどね。じゃあようやく警察来たり、検視入ると思うんですよ。ここで亡くなるってことは検視も入るし、警察来るし、どんちゃんドタバタしてるよね。じゃあその間にじゃあ猫がいるっていうのは、その時に開け閉めもすごかったと思うんだよね。その時に逃げなかったんだ。じゃあ9匹はいたんだ。なるほどね。だってそれだけの人たち入ってきてるから、ここに。なるほど。でそしてそれが落ち着く頃にここの保証人じゃない、ここの身内ですね、身内とご対面したのは遺骨になった後でしたっけ？ご挨拶になった後のはずです。24日だから。じゃあ餌をあげたのはお隣さんのご厚意でまずはあげたの？だから誰から頼まれたわけじゃなくて、もう心配だったのね。猫9匹いるって聞いてたけど、もうあちらの人亡くなってるけどどうしてんのかなって。じゃあ誰もお願いします来なかったんだ、猫。来ないです。じゃあ本当に命の恩人ですね。あなた様がいなかったら多分無理でした。正直この子たち。そうなんだ。じゃあそれで結局遺骨になって最後にだっけ、逃げる前に遺骨を持ったその幻の身内さんがあなたのところに来た時に申した言葉は何でした？いや、うちの母親から聞いてもらわないと、私はもう頭きて出てませんので。もう話はしてない。分かった。お母さんからじゃあ聞いてみましょう。なるほどね。じゃあもうとにかくどう思います？今回のあんたの憤りというか、もう冗談じゃないと思いもすごく強いと思うんですけども、やっぱりですね、責任を持って飼わないと、何だと思ってるんだと思いますよ。これ人間の子供だったらどういうことですか？そうですね。人間の子供と猫とね、差別とか区別をするのもおかしい。同じ生き物だからおかしいけれども、そうとにかく責任を持ってやらなきゃいけない。だから病気の時も、もうがんなんですから、その間にね、一生懸命場所を見つける。先ほどお話ししてたね、そう居場所をね、育成をね、猫たちの見つけるということですね。なんかちらっとさっきお話で聞いた時に、なんか猫を欲しいって来た人を断ったって聞いたんですけど、それはもうなんで断ったんですか？隣の人。かわいそう、みんな一緒にいるんだからかわいそうだからって断ったんですって。それは最近だったの？最近じゃないと思いますけども。お母さんに聞いてみましょう。私はあんまり家にいなかったんで。なるほどね。結局抱えていたんですね。で自分がいざがんになったって告知されても猫のことは正直考えてなかったってことですね。そう思います。結局それが今の結果ですもんね。この状態を見れば分かると思いますね。そうですね。全く1ミリも自分が亡くなった後猫どうしようってことすら浮かばなかったのが正直なとこかな。そう思います。だってじゃなきゃまずそこだったと思うんですよね。本当はね、生き物やっぱり、宗教なさってんならなおさらそこは大事だと思ったんですけどね。自分のエゴだと思いますよ。そうですね。残念ですね。だから結局外から引き込んだ野良たちっていう概念がすごく強かったかもしれないです。飼い猫というより。だってここに金縛りにされていなければこの子たちには未来があった。そうですね。野良として生きたっていたとしても、ちゃんとしたお家の人が可愛いわね、買ってあげようかっていう話になったかもしれない。なるほどね。そうでここで何もね、こんなところでずっとですよ、何年間も。これで役所で待つね、殺処分なんかされちゃったらもう外の匂いも知らないし。本当だね。保護されたから幸せじゃないっていうこと私も思うんですよ。人がだって相手によっちゃさ、飼い方によってはさ不幸になってる猫もいっぱい動物いるんですよ。犬猫ね。不動産屋さんはどうしたらいいですか？困ってますよね。一番困ってる。一番困ってるよね。
本当だね。それでうちもね、あちこち電話させていただいて、市の方からも来ていただいたんですよ。ちょっとそうだったんだ。お話伺ったんですけど、やはりうちの事務員もネットで探したりいろいろやってましたもんね、みんなね。とりあえずあれですよね、不動産さんとしてはもうとにかくここは撤収ですからね、オーナーさんのためにも撤収しなきゃいけん。じゃあ動物がいるどうしようかって、まずは生き物っていう思いは不動産屋さんもあるんですもんね。でもそれは本当にありがたいですよ。不動産屋さんによっては本当にすぐ保健所にっていうとこも本当ありますよ。あります。これ名前言いませんけど、実際私そういう経験あるんですよ。生き物ですからね。そうなんですよ。だからまあお話しさせてもらったのは、私はもう所有権はねニアルドハートに全部ね、猫の所有権を移動させてもらって、で後の責任をうちが取るってことで進めていきたいかなと思っているので。なんか書面が必要なんで、そうですね。はい、そうですね。それもやりますからね。ああ、なるほどね。そこはもう不動産屋さんがお願いします。書いてもらって。弟さん、人間工場の弟さんとこまで。ね。最終的にはみんなで行って。そうだね。反抗されて。そうだね。やるしかないからね。それはね。さあ、本当はね、身内さんにね。もっと癌になった時にね、自分の身の振りをね。万が一の時を考えてやっぱ行くべきだったかなと思います。でも猫に罪はないから自分は猫は何とかしてやろうと思います。そっか。じゃあちょっとそんな感じで不動産屋さんも困ってますね。そりゃそうだよなあ、みんな。お隣さんもいつまで私はやればいいのかってね。そりゃそうだ。まあ君たちはうちが連れて行くしかねえな。ね。はいはい。でも現実問題さ、一つだけお二人にちらっと言いたいけど、本当に動物がいてお金がないと引き取り先ないですよね。本当にそうです。ね。そう、本当にお金が問題ですよ。うちはもう改めて自分でも改めて思った。うちにも猫一匹いますから。はいはいはい。そうですよね。あと10年は元気で。してくれるかもしれない、何もなければ。でもその私たちも10年ちゃんと元気でいられるかって、何かあった場合突然事故で私たち亡くなるかもしれないし。そうなんですよね。だから私ね、一つ提案をしてたのがデイケアとかあるじゃないですか。そういう人たちって家に入るじゃない。だから現状一番知ってるんですよ。でそういう方たちが例えば行政にあそこ猫がいっぱいいるとか一人暮らしだとか、だからそういうこれから予備軍だとか、やっぱそういうふうにもうちょっとね、そこら辺は連携取れていって、私たちも情報先に上がれば、生前でなんとかできる部分出てくると思うんですよ。例えば、そういうふうにもうちょっとこう動物たちを守っていくってことが、やっぱ必要になってくるのかなって、ましてシニアが増えたじゃない。高齢者がほんと増えていくんで、で、それでペットはつきもので、猫が特にいるのが多いんだけど、犬の場合はね、結構コミュニケーション取るんですよ。散歩があるから。で、コミュニケーション取れるから、犬の方はあんまりないんですけど、猫は本当に、中に入っちゃうから、家の中に。だから見えないですよ、みんな。みんな中の状況わかんないです、家の中。だから私はちょっと、そうですね、これからもう本当に今回をきっかけに、私はもう社会問題で本当声を上げたい部分ですね。だからデイケアの人たちも、もう自分が行ってて、この家、もしこの人倒れたら、動物たちどうするのっておばあちゃんに聞くとか、おじいちゃんにこの子たち何かあった時どうするのって、そういう会話もできるはずなんですよ、絶対。あと身内の方とかね。あと近所が私たちみたいに気がついたところで、どこに知らせればいいかっていうね。そうだね。それを教えてほしいんですね。もしこういったことがあるんならば、ここに連絡をすること。で、そこの機関がすごく力を持ってくれれば、そうですね。いいと思いますけど。そう、残念ながら不動産じゃないのよ。不動産屋さんは出ていけしか言わないから。そう。不動産屋はちょっと頼りにならないけど。本当そうですね。おっしゃる通りですよ。だからどこに相談すればいい、相談窓口もない。じゃあ団体に行けばいいか。でもこんな案件、みんな大変だし、まして丸投げって私たちごめんなさい、言葉汚いですけど、丸投げって言ってるんですよ。丸投げばっかやってたら、本当自分たち潰れるしみたいな。一番躊躇する案件だよね。本当そうです。で、少しでもね、そういうのが本当現実問題ね。本当そうです。お金ですからね。だからペットって多頭飼育も全部さ貧困が原因ですもん。もう貧困でもう手術できない。もうほったらかし、もう当たり前のようにそれがなってるんですよね。
多頭飼育をする人の気持ちが私にはちょっとわからないから。そうですね。多頭飼育は限界超えてくんで。どうしてそんなに多く欲しいんだろう、気持ちがわからない。いやね、もうね、一種の病気ですね。病気か。アニマルホーダーっていう病気です。そうですね。まあ抱え込んじゃうんですね。まあそれでもね、ご飯あげてたりして、なんだろう。その人なりの愛情はあるんだけどね。でもそれがさっきあなた様が言ったように、そう虐待だよっていうのは、そういう環境やっぱりね。それ猫のためじゃなくて自分のためでしょ。自分が世話をしてあげてるのよ。私がいるから。いい人よ、私いい人よみたいなね。そんなんじゃできないですよ本当にね。これはねもう本当にもう思います。気をつけてもらって、まあ田舎特有なんですよね正直に申すとね。都会はそういうことないんだけどね。やっぱ田舎ってちょっとのどかだったりするじゃないですか。そうだから多いんですよね。そう。はい。すいません。一応お母さんがお隣さんが引っ越してきたのって今から20年ぐらい前かしら。そうですね。お母さんたち40年ぐらいになるって聞いてるから、娘さんが言ってました。で20年ぐらいの時にちょっと訳ありでお隣が。もともとなんか旦那さん、そう旦那さんがいてそれ別れて一人で最初来てたんですよ。はい。そしたらそのうち男の方が見えて彼氏だって言うんですけども、はいはいはい。そしたらまたしばらくまあ10年ぐらいしてからかな、今度は元の旦那さんが体糖尿病で悪くなって動けなくなってで引き取って3人で。3人で暮らしてたの不思議だよね。で途中で女の人もなんか全く他人の若い女性が住み込んだって。いやないです。ないです。3人だけです。あ、じゃあ写真があったんですけど若い女性の娘さんかなと思ったんですけど。娘さんかな、全然出入りしたの見たことないです。じゃあそれはないんですね。そうなるとじゃあ3人暮らしをずっとしてて、で彼氏が亡くなって先に亡くなって、はい。で糖尿病の旦那さんも元旦那さんが亡くなって、それでその方も面倒見きれなくなっちゃって入院してそのまま病院で亡くなったんですね。すいません、猫はいつからいました？お隣は。最初からいましたよ。最初3匹ぐらいいたんだけども、野良にね餌をやってたんですよ。ずっと前の彼氏っていう人がね、裏のうちは誰もいなかったんですよ。空き家だったんですよ。空き家だったのね。そこのとこに餌をやって10匹以上いたかな、野良が寄ってきてて餌やりをしてたんですね。で家の中にもいてっていうのを、じゃあ猫が言い始めたっていうのはその彼氏さんからがっていう感じですかね。いや最初からいましたね。私が気がついた時にはもういましたから。もういたんだ。でどんどん増えてった感じは気づきました？家の中に増えてったのは隣空き家が手入れて新しくリニューアルして貸すっていうんで人が入って入ったからその時に彼氏っていう人が全部家の中に入れて餌をやってた子たちを中に入れたっていうのがスタートなんだ。じゃあそこから多頭ですね。それ20年ぐらい前ね。もう10年ぐらいか。10年ぐらい前ですね。なるほどなるほど。そうすると順番に亡くなっていき、奥さんだけに亡くなった飼い主だけになりました。でその飼い主さんと最近喋ったのいつですか？最後に喋ったのはお母さんが。だから18日に亡くなったんだから、その前のゴミの日に喋ったですね。その時はもう全然お変わりなく元気で。普通に。じゃあ本当に膵臓がんの末期だったかもしれないですけど、自分ががんだってことはお母さんに話しました？それはどんな言い方してました？自分がんなのよって。なんか最近よくタクシー乗るから、なんか具合悪いのって聞いたの？そうなのって。がんなのよって。膵臓がんだって言われたって。それはなんかよくステージいくつとかいう末期とかいろいろ言うけど、そこまで話してない。がんなのよ。ステージ4。ステージ4。ステージ4。ってなると話を聞いた時にもやっぱりよぎりますよね、ちょっとね。大丈夫かしらって思っちゃった時に猫の話っていうのはお母さんからはしなかったの？猫ちゃん大丈夫とか。猫ちゃんは、
可愛がってるのを知ってるから、餌やってるし、それで宗教やってたんですよね。みたいですね。それで毎日拝んでて、本当は去年の春に亡くなるって言われてたっていうんですけども、余命がね。余命がね。それね、拝んでるから助けてもらってるって。まだまだ死なない、大丈夫よ、元気よなんて。もう拝んでるから助かるっていう気持ちでいるみたい、本人は。そういう感じだったんだ。で、猫のことはじゃあもう考えてない感じで。そう、考えてないわね。お母さんからは思い切ってこう、猫ちゃん何かあった時どうするのっていうのは聞けなかった。聞けなかったですね、可愛がってたからね。そっか、そこはやっぱりちょっと野暮というか、隣そこまで踏み込むのはっていう感じですかね。仲がいいわけでもないんですもんね。普通に挨拶して、普通に気候の挨拶とか、体の具合とか聞くぐらいだ。なるほど。そうするとじゃあ今回亡くなって娘さんと話したんですけど、亡くなったのも気づかなかったで、みんなが来て、なんかおかしいよってなってガタガタやってるよっつって、でそしてあそこがさっき映しましたけど、お隣の家のベランダドアが外されて、で猫が一応9匹いるっていうのは、数は明確に分かっていたじゃないですか。その9匹っていうのをお母さんは、その生前孤児から聞いたんですか？そうです。その方から。何匹いるのって聞いたら9匹いるって言ったんですね。なるほどね。じゃあ9匹いるってお母さん分かってるから、餌あげなきゃと思いますよね。それからね。で、それで娘さんと一緒にドアがたまたま開いたって言ったんです、ベランダが。そこの網のところをちょっとこう押してみたらば動いたんですよね。で、それでなんとかやっとこう餌をね投げ入れてたんですよ。投げ入れてたんですけども、もうみんな夢中になってくるから、そうだね。かわいそうだなと思ってこうやってみたら、硬かったけどもガタッと開いて、まあよかったよね、それはね、本当にね。命拾いしてね。でそれがね3日目かな、亡くなって3日か4日だから相当お腹空いてたって。でそれはもうご厚意でやられたと聞いてるので、本当にありがたいし、本当にありがたいし、それは多分お隣さんも猫を1匹飼ってらっしゃるし、猫好きだからかなと思うんですよ。それはすごく助かった猫たちだと思います。で結局それからいろいろ皆さんが不動産屋さんもいろいろ来て、結局身内の方がこの方いたんだけど、身内の方が来て、検視も入って身内が来ますよね、唯一。でその方がもう結果逃げてるんですよ。でそれについてはご挨拶お話ししました？本当の身内さんとは。本当の身内さんが来たのが3、4日前ですね。3、4日前。こちらに来たんですか？それとも家に最後に来て。ここに来て、家に来て。車が止まってて、来てるな。猫ちゃんとやってくれるのかなと思ったらば、トントンと来て叩いて、猫が餌やってもらってるそうでありがとうございますって挨拶に来たんですよ。それで3、4日のうちに引き取りでいろいろ考えますので、あと3、4日、すいませんが餌をやっといてくれますかって。遠くて2時間かかるからなんて言ってましたね、家まで。ここね。でじゃあ分かりましたってことで、ご挨拶も来たし、3、4日ならばっていう思いがあったら、そこからもう音信不通なんですね。ということが不動産屋さんから聞こえてきたんですけど、お電話も出ないと。住所は分かってるから、不動産屋さんもそのうち行くと思うんですけど、いろいろですね。なんか保証人さんが結局身内じゃなくてお知り合いみたいで、だから本来は保証人も身内だと思うんですけど、そういうちょっと訳ありっていうか、いろんな意味で訳ありだったのかなと思いますけど、なるほど。で今回私たちはちょっと介入することになったんですが、それについてはどう思います？助かったと思います。そうだろうな。確かに。そうだよね。それについてどう思うかもそれだよね。いつまでかっていう不安もございましたでしょうし。それとあと猫ちゃんなんとかかわいそう、もうかわいいのよね、みんなね。そうね。なんかもう涙出てきちゃうぐらいね。なんか処分されちゃったんじゃかわいそうだからと思って。処分というのはどっから聞こえてきました？保健所に殺処分4000円っていうのが。いや、殺処分4000円っていうのは聞こえてないです。私のところには4000円で殺処分っていうとこまで話がなんか進んでるみたいですっていう情報が入ってきたんですよ。
いや私んとこではそんなこと全然、なくて、話、殺処分すると安楽死だって言うけども、猫は苦しんで死ぬんだってっていう話を前に聞いたことあるから、そんなことできない、かわいそうだなと思って餌あげてたんだけども。じゃあもしかして殺処分になるっていう思いは心配はありました？ありましたね。ありました。それはあれでしょ、結局身内さんが逃げてしまった状況、今に至るから、もうどう転んでもっていう。いや身内さんが、来る前に、もう飼い主がいないと殺処分になるんじゃないかって話をしてたんだから、なんとか身内の人が連れてってくれないかなっていう時に身内の人が来て、それでなんとかしますって言うから、もう娘もその気になって、あと3、4日でなんとかなるなんて喜んでたんだけども、全然連絡なくない。裏切られてますよね、本当にね。ずいぶんいろんなとこ電話したんですよ。ね、そうみたいですね。いろいろね、いろんな団体にすごくあなた様親子さんがすごい連絡したっていうのは聞きました。でやっぱりさっきも娘たさんと話したけど、お金がないとさ、結局1匹5万円だなんて言ってましたから、なるほど。あともう一つの方が4万円だって言って、でも9匹だとね、まあいい値段になります、本当に。だからそのぐらいのお金はあるんじゃないかねなんていうことは話してたんですけどね、一人で生活してたんだから、まるっきりないわけじゃないでしょうと思ったんだけど。そうだね。まあ結局ね、このゴミというか家に衣類ね、遺品が残って状態で、やっぱ不動産屋さんももう大いに困ってしまい、で身内さんが遺骨は引き上げてったけども、結局ちょっと音沙汰取れない状況、で猫だけがまだやっぱ変わらずいるっていう状況で、私も不動産屋さんとも話させてもらって今日に至る、ちょっと立ち会いのもと、実際現地を見てみないと、私も電話だけじゃさ、やっぱ判断つかないし、私もね。だからもう実際猫たち見てと思って、で携わってる人たちのお気持ちもやっぱり重々今回、感じたから、じゃあまあ私たち猫助けと言いながら人助けっていうのもあるので、やっぱりそれ動物の後ろにやっぱり人がいて、本当は生前ね、その方にやってもらうべきことを、やっぱり今回世の中の人にやっぱ伝えたいですね。このようなことが自分に起こるかもしれない、自分がペットいたら、その先行きは生前のうちにってか生きてるうちに、明日は我が身と思って、やっぱりやっとく、いろいろね身内ねお願いしておくとか、そんなやっといた方がいいですね。ペット飼うってそういうことでね。そういうことですよね、特にね。わかりました。じゃあとりあえずなんとなく亡くなった方とお会いしたことはないですけど、なんとなくその方の生き様もちょっと見えたような感じがします。だからやっぱりちゃんとしてあげないと、いかんなと私も思います。はい。じゃあちょっとその辺はありがとうございました。なんか詳しく。とんでもません。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、頑張りましょう。はい。はい。